皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ロシア軍のステルス戦闘機が初めて失われたかもしれません。ウクライナ側はロシア軍の空軍基地に対する攻撃を行い、それに伴って飛行場にいたスホーイ57に損傷を与えたと発表したのです。今回は初めてのステルス機撃破かもというニュースとともに、5月構成の総括もしておこうと思います。ウクライナ情勢についての日々の情報更新に関しては、地上波の放送はもうほとんど取り上げてくれませんから、ぜひともこのチャンネルで情報のアップデートをしていってください。まずは、ロシア軍のステルス戦闘機スホーイ57についての説明をしておきましょう。現在、ステルス戦闘機はアメリカであれば F22 と F35 第5世代戦闘機と呼ばれています。現状、ステルス機と非ステルス機の間で行われる戦闘においては、圧倒的にステルス戦闘機の方が先に相手を見つけて攻撃ができることから、ほぼ一方的に攻撃できるとされています。そして、地上からもレーダーに捉えにくいといった特性があることからも、生存性が高く、戦闘機としては最高峰に位置する兵器です。ただし、こうした戦闘機は開発、製造するのに非常に高い技術力が求められるため、限られた国でしか実用化、そして製造できていない現実があります。ロシア軍のスホーイ57の場合だと、1機あたりは40億円、そして2019年に最初の1機目の生産ができた後、現在2024年では保有数は20機前後だと考えられています。西側諸国からの技術的な制裁も受けていますから、最新鋭の戦闘機を量産することができていないといった面はあるでしょう。また、元々の完成度の低さから量産するのに適していない設計がされていた可能性も十分あります。さらには、そうやって完成された機体の性能そのものについても、アメリカの F22 や F35 よりも実際の戦闘能力はかなり低いのではないかとも疑惑が持たれている機体です。ただ、そうは言っても、現代の空軍における最高峰の戦闘機ですから、これを失われたとなれば、事故以外では世界初の出来事となります。というわけで今回の動画で取り上げる話題は2つ。史上初かもしれないステルス戦闘機の撃破、ロシア軍最新戦闘機スホーイ57にまつわる情報に、ロシア軍5月構成の強化が定まってきました。過去最悪の死傷率、そして戦略的な失敗もロシアは引き出してしまいました。まずは今回攻撃を受けたスホーイ57は前線から600キロ離れた空軍基地にいました。現在のところ、射程600キロといったような長射程の兵器は欧米から供与されていません。そのため、ウクライナ自身が開発した大型ドローンによる攻撃と見られています。こちらがウクライナ側が出してきた戦果報告の衛星写真。左が2024年6月7日、滑走路にいるスホーイ57。そして右側が翌日の6月8日のスホーイ57。爆発によってえぐれた黒い点灯、そしてその周りに炎上痕があり、直撃ではないものの至近距離での爆発が起こり、それに伴って機体が損傷したということが考えられています。ステルス戦闘機の場合だと、機体表面に塗っている特殊な塗料なども炎で炙られればそれだけでもステルス性能を失う可能性が非常に高く、また至近距離で爆発し、それに伴って飛散した物体が機体に当たるだけでも、やはりこちらも機体を損傷し、本来の性能は果たせなくなるだろうと考えられています。1機あたりおよそ40億円、そして月1機も生産できないような貴重なステルス戦闘機、なぜ攻撃されたかについて、こちらが基地の前景がわかる衛星からの写真。こちらは滑走路脇の駐機場。戦闘機がいくつも並んでいますが、それらについて一つ特徴としてあるのが格納庫がないということです。これはロシア軍が他の国から攻撃されるということを全く考慮していないためで、別にこの基地だから格納庫がないというわけではありません。ほとんどの基地において格納庫がないのが標準的な仕様だと言われています。現在のところ、ウクライナの前線により近い地域においては格納庫を作る動きも見られているのですが、それはまだまだ一部だということでしょう。格納庫がない代わりといってはなんですが、駐機場の地面にはペンキ塗りでおとりが描かれています。こちらの写真では左が本物の戦闘機で、
右側にうっすらと絵が描かれているのがおとりとなります。ただ、これは見てすぐわかることなのですが、おとりがあまりにも近いため、たとえおとりに引っかかってこちらを攻撃したとしても、戦闘機は非常に繊細な兵器ですから、巻き添えを食らえば損傷は免れないでしょう。そして今回攻撃を受けたスフォイ57なのですが、衛星写真からは何やら骨組みがあるようだと分析されており、これに金網などもつけて対ドローン用の防御をしていたのではないかと考えられています。一応は警戒はしていたけれども、全く不十分だったということなのでしょう。そしてこのステルス戦闘機の取り扱いについてなのですが、ロシアは開発が終わり、そして配備も始まった。しかしその生産能力があまりにも低いために、この戦闘機はほとんどお姫様扱いとなっています。本来であれば、ステルス戦闘機は圧倒的にレーダーに捕捉される危険性も低いし、また空対空戦闘においても、先んじて相手方の戦闘機を撃墜できる能力があるので、本来であれば多用することによる航空優勢を得るには、まさに最適の兵器なのです。今回のロシア軍によるウクライナ侵略には、スフォイ57も戦場に投入されています。ただし、その運用方法は非常に奇妙なものとなっています。それは、ステルス戦闘機にもかかわらず、非ステルス戦闘機のスフォーイ35を引き連れての攻撃参加をしているというのです。そして、攻撃方法としても、射程距離300キロ程度の非常に射程の長い地上攻撃用ミサイルを撃ち放つだけといった形で、ウクライナの領空までは入ってきていないというのです。ロシア側としてはステルス戦闘機だとは言い張ってはいますが、もしかしたらウクライナ軍の保有している対空兵器に撃墜されるかもというのを恐れているのかもしれません。そのぐらいロシアのステルス戦闘機というのは実際にはレーダーであっさり捕捉されるような代物だという可能性も疑惑としてはちょっとあるわけです。そしてわざわざ非ステルス戦闘機を護衛としてつけているというのは、もしも地対空ミサイルが飛んできたら、スフォイ57を逃すための人間が操縦するデコイとしてこれらの機体を使うかもしれないというわけです。戦闘機それぞれにはミサイルをかわすための道具なども積まれているので、そちらの方で何とか対処しようと考えているかもしれませんが、そもそも攻撃されないというのを前提とするならば、ステルス戦闘機だけで単独で行動すれば良いのであり、やはりロシア軍の動きとしては非常にちぐはぐなものです。今回の攻撃を受けたことをきっかけとして、ロシア側としてもさすがに空軍基地に格納庫を作り出す可能性も高いわけなので、今のうちにウクライナ軍は遠距離ドローンを基地攻撃に使うべきでしょう。続いては、ロシア軍の行ってきた5月攻勢についての評価をしておきます。ロシア軍の攻勢は2022年2月からずっと継続的に行われているわけですから、別に一月だけの話をしなくても良いじゃないかと思われるかもしれません。しかし、2024年5月におけるロシア軍攻勢というのは、その他の月とはまた別の意味で注意深く観察が行われていきました。というのも、ウクライナ軍にとっては支援が最も届かない最悪期のロシア軍の攻勢であり、状況としては最も悪かっただろうと考えられるからです。アメリカからの軍事支援に関しては予算が長らく議会で通らず、そして実際に物が途絶えてしまったがために備蓄分についても非常に枯渇状態となり、前線では砲弾不足といったものが深刻化しました。そしてそれ以外の各種兵器についてもやはり弾が足りない少ない、そういった状況が各地で発生し、それに伴う攻勢といったものをどれだけウクライナが耐えるかといったことが非常に心配されていたわけです。政治的にはまずは軍事予算の採択が行われ、次々と軍事支援のその内容について発表が行われました。ただし、政治的な決定と実際に物が前線まで届くまでには時差があることから5月というのは非常にニュースと現場の雰囲気といったものが違っていたわけです。さて、そのような5月攻勢なのですが、結果から言えばロシアは戦略的な失敗を犯してしまいました。それは東部戦線が主力でその攻勢を助けるため、もしくはハルキウを落とすことができれば、それはまた大戦果だと考えて、ウクライナの第二の都市ハルキウ、そのハルキウ州に対する越境攻撃を本格化しました。この攻勢といったものはうまくいけばそれは確かに意味はあったでしょうが、現実には越境攻撃その後の占領地は現在では明らかに停滞し、そしてかなりの反撃を受けているところです。そのために月全体で見た場合においては死傷率はかつてバフムトで一番激しい戦いが起きていた時期や、もしくは東部戦線の要衝アウディーイカに
めぐる戦いで起きていた死傷率の高さをもう一段超えるような形で過去最悪の死傷率を記録する月となりました。そしてもう一つが各国の政治的な決断に変化を与えたことです。ロシア軍の本格的な攻勢と、そして越境攻撃による新たな戦役の登場によって、ロシア領に対する供与兵器の使用に関して次々と OK を出す国が出てきたことです。これは従来から考えれば一歩前進であり、この一歩前進を積み重ねることにより、ウクライナへの軍事支援は確実に強まることができます。そして、同様の軍事支援の拡大といったものは、兵器の質についても現れました。ウクライナに対する軍事支援、かつては戦車や戦闘機なんてとんでもないといった非常にネガティブなものがあったわけですが、現在ではそれらはもう引き渡しのところまで進んできています。戦車についてはもはや供与することそれ自体に大した議論はされず、どれだけの数を送れるかといった具体的な話の方が議論の中心となっていますし、また戦闘機についても供与すればロシアがものすごい反発して何か報復的な措置を欧米に対して行うかもしれないという懸念についても、これもまた杞憂に終わりそうです。そうしたこともあって、スウェーデンは早期警戒管制機という戦闘機の索敵能力を大幅に強化する兵器の供与を発表しましたし、またフランスは自分の国の戦闘機も供与するとしてミラージュ2000の供与を発表しました。ただこの点についてはウクライナの保有する機種が様々系統が分かれてしまうと維持運用かなり統一性を欠くことからちょっと問題はあるものの、少なくとも戦闘機を供与することもまた日常的な選択肢に入ってきたという意味では、ロシアの行動はより彼らにとって悪い方向へと話は進んでいるわけです。なお5月攻勢に伴う東部戦線は激しい戦いが行われ、それに伴ってロシア軍は徐々に前進している箇所が何箇所かあります。しかし、そうした何箇所かでのわずかな前進の引き換えとして政治的な決断を欧米側に行わせ、そして軍事支援の質的な上昇といったものも招いているのであれば、これは先々のことを考えれば結局のところより大きな打撃を受けるのはロシア側の方の話だと私は思っています。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして情報の更新に役立ったなと思う方はぜひとも評価ボタンのクリックとスーパーチャットのご利用などもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。